ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。皆さんは運行頻度の高い都心部を走る路線の拠点駅といったらどのような駅を思い浮かべますか？多くの人は東京駅や上野駅、新宿駅のようにホームがたくさんあり余裕を持って列車をさばいている大きな駅を思い浮かべるかもしれません。しかしそういった余裕を持って列車をさばける大きな拠点駅がある一方、重要な拠点駅なのにもかかわらず駅設備が貧弱すぎてカオスを生み出している駅も存在しています。そのようなカオス駅についてですが、以前このような動画を出して8種類紹介したところ多くの反響をいただきました。またこの駅はどうなのかなどといった意見もいただきました。そこで今回の動画では設備が貧弱でカオスな駅についてさらに追加で8種類ほど紹介した上で簡単に説明していきます。それでは本編へどうぞ。東武線浅草駅。一つ目に紹介する駅は東武線の浅草駅です。東武浅草駅は戦前の1931年5月開業と歴史ある駅で、ビルの2階にホームが設置されていることが特徴です。このビルは開業当初から百貨店の松屋が営業しており、浅草駅店としてリニューアル後も規模を縮小しながら営業しています。そんな浅草駅は東武スカイツリーラインの愛称がついている伊勢崎線の東京側における終端駅ということもあり、駅は東端式ホームの3面4線という構造になっています。列車種別ごとに使われるホームが分かれており、1、2番線が各駅停車、区間急行、区間準急が使用し、3、4番線が特急、5番線がスペーシア X 利用者専用のホームです。そんな浅草駅ですが、近郊エリアと都心部を結ぶ路線としてはホームの有効長がかなり短いという難点があります。浅草駅のホーム有効長は6両分しかなく、基本的に6両編成以下の列車しか入線できません。ただし例外として1番線のみ8両編成の車両が入線できることになっています。8両編成で入線しても北千住側の2両に関してはホームが狭いがゆえにドアカットが行われるため、乗降については浅草側の6両でしか行えません。もちろんこれが原因で浅草発着の日光、鬼怒川方面へ向かう特急も最長6両編成で運行されています。かつてラッシュ時間帯に運転された10両編成の列車は北千住か引舟で後ろ4両を切り離し、残りを浅草駅に入線するという運用も行われていたほどです。ではなぜ浅草駅は都心部の拠点駅として貧弱なのでしょうか？これは開業当時においてはこの規模で十分だったのと、同時に駅の立地上ホームの増設や延伸が難しいということが挙げられます。開業した1931年頃はまだ沿線の人口はそこまで多くなく、6両編成の車両が停車できれば駅として十分役割を果たしていました。しかしその後沿線の人口は徐々に増加していき、6両編成の車両ではさばききれなくなりました。なのでもちろん長編成化が必須になっていきますが、浅草駅は浅草寺の参道と隅田川の間にある限られたスペースに作られています。さらに駅を出てすぐ急カーブを曲がって隅田川を渡るといういびつな線形をしていることからホームの延伸ができません。駅を左右に拡張してホームを増やそうとしても、そもそもの駅が駅ビルと一体化しています。その駅ビルの左右も道路に囲まれているという立地にあり、もちろん左右に拡幅することもできません。そういったことから東武線の浅草駅は東京都心部にあるのにもかかわらず一部のホームを除いて6両編成の車両しか入線できない手狭な駅になっているのです。なお浅草駅に入線できない長編成の通勤電車に関しては2000年代以降は半蔵門線直通電車を使うことによってその多くが賄われるようになっています。名鉄線豊橋駅。2つ目に紹介する駅は名鉄線の豊橋駅です。名鉄のメイン路線である名鉄名古屋本線が乗り入れる豊橋駅ですが、この名鉄豊橋駅は JR からホームを間借りしているのが特徴です。
豊橋駅のホームは現在1番線から8番線と11番線から13番線までの合計11乗り場が存在し、このうち11番線から13番線は新幹線のホームです。在来線ホームは1番線と2番線が飯田線のホーム、4番線から8番線が東海道線のホームとなっており、残った3番線が名鉄線のホームになっています。名鉄名古屋本線の終着駅である豊橋駅では列車の折り返しをしますが、ホームが1つしかないため運行できる本数が限られています。その本数は1時間あたり最大6本まで、基本的に1時間あたり9本、特急、快速特急がそれぞれ2本ずつ発着するダイヤが組まれています。なので急行以下の列車種別に関しては豊橋駅には入線できないケースが多いのが現実です。一つ手前の伊那駅までの運転になっていることも多く、伊那を通過する特急や快特も伊那に特別停車をした上で伊那止まりとなるケースも多数存在します。ではなぜ名鉄の豊橋駅が JR から間借りしている状態で制限があるのでしょうか。それは名鉄線の伊那豊橋間の建設経緯が大きく関係しています。実は名鉄線の伊那豊橋間のうち途中にある平井信号場から豊橋駅までの区間は JR 飯田線と線路を共用して列車の運行をしているのです。現在は名鉄や JR の路線として営業していますが、もともと名鉄名古屋本線は愛知電気鉄道の路線であり、JR 飯田線は豊川鉄道という会社の路線でした。先に豊川鉄道の路線が豊橋駅まで運行をしており、その後から愛電が豊橋まで延伸することになりました。しかし豊橋駅の手前には豊川が流れており、延伸するためには豊川に橋を架ける必要がありましたが、当時の愛電は豊川に複線分の鉄橋を建設する余裕がありませんでした。その問題を解決する方法として出した答えが、単線だった豊川鉄道の線路の横に愛電がもう一本線路を建設して複線化をすること。そしてその複線をお互いに共有しながら、両者の列車を運行することだったのです。この計画に豊川鉄道側は最初難色を示していたものの、最終的に豊川鉄道もこの計画を了承することになります。そして愛電は豊川鉄道と線路を共用する形で、豊橋までの延伸を実現させたということなのです。しかしその豊川鉄道は戦時中に国へ買収されて、国有化されて飯田線の一部になりました。愛電も他の鉄道会社と合併し名鉄に生まれ変わりましたが、建設当時の協定などをそのまま引き継ぎ現在に至っています。そういった経緯があるため、名鉄豊橋駅は JR と共用な上に、ホームが一つしか使えない貧弱でカオスな駅となっているのです。東京メトロ東西線、中野駅。3つ目に紹介する駅は、東京メトロ東西線の中野駅です。東京メトロ東西線は地下鉄として都心部の需要を担いつつも、中央線と総武線の混雑緩和を目的に建設された側面を持っており、東西線の支点である中野駅と終点である西船橋駅では、それぞれ JR 線と接続して直通運転を実施しています。なので東西線の中野駅におけるホームは、総武線各駅停車や中央線のホームと並んで設置されています。中野駅の改札自体も JR とメトロで共通となっており、駅の管理自体は JR 東日本が行っています。そんな中野駅がなぜ設備が貧弱でカオスなのかというと、東西線が使用できるホームの数が限られているからです。中野駅はホームが全部で4面8線ありますが、そのうち1番線と2番線と5番線が JR 総武線各駅停車、6番線から8番線は JR 中央線のホームとなっています。東西線が利用できるのは3番線から5番線までですが、実際に東西線専用として使用しているのは3番線と4番線のホームただ1面2線だけです。5番線に関しては三鷹方面からやってくる総武線の電車が使い、三鷹から東西線に直通する電車だけではなく、新宿、秋葉原方面へと向かう総武線の黄色い電車も使用します。なので基本的には3番線と4番線の2線だけで、
東西線の中野駅で折り返す電車はやりくりする必要があります。それだけでなく中野駅から三鷹方面へ向かう JR 線直通の電車も3番線でさばかなければなりません。幸い3番線、4番線ホームの三鷹側に引き上げ線があり、必要に応じてこれも活用して高頻度運転を実現しており、そこまでカオス度は高くないとも言えます。しかし限られたホームの中で東西線間欠電車だけでなく JR 線へ直通する電車をさばく必要があるため、東西線の中野駅は常にかなり忙しい駅となっています。さらにダイヤ乱れなどで JR 線との直通運転を取りやめたり、中野駅構内で使用ができなくなった線路、ポイントなどが発生するとカオス度はより一層増してしまう状態です。みなとみらい線元町中華街駅。4つ目に紹介する駅はみなとみらい線の元町中華街駅です。駅名にある通り横浜の人気観光スポットである中華街や山手元町エリアの最寄り駅として地元の人だけではなく観光客も多く利用する駅となっています。また元町中華街駅は列車の運行頻度も高く、日中でも1時間あたり16本、朝のラッシュ時間帯には1時間あたり20本という大量の列車が発着するダイヤが組まれています。そんな元町中華街駅のどこが貧弱でカオスなのかというと、みなとみらい線の終着駅で折り返し作業が必要なのにもかかわらず、そのホームが一面2線しかないことです。さらにここで行き止まりとなっており、折り返し作業ができる留置線も用意されていません。横浜高速鉄道が管轄するみなとみらい線内において留置線や引き上げ線などは設置されておらず、車両の留置は基本的に直通先の東急元住吉見釈でしています。一部元町中華街駅で夜間停泊する電車もありますが、基本的には東急と賃借契約を結んだ上で、みなとみらい線の自社車両である Y500 系は東急の車両と共通運用。そのみなとみらい線の運転業務自体も横浜高速鉄道から委託されて東急が東横線と一体でしています。当然引き上げ線や留置線のない元町中華街駅に到着した列車は全てそのままホーム上で折り返し作業をすることになります。運行頻度の低い路線であれば問題ありませんが、みなとみらい線は運行頻度が高い路線です。ラッシュ時間帯には1時間あたり20本の列車が発着するダイヤが組まれており、単純計算で3分強に1本間隔で列車が発着します。なのでラッシュ時間帯は列車が到着した後、すぐに折り返しの作業を済ませる必要があるため、この駅は非常にカオスな状態になるのです。ところで、なぜ列車が高頻度で運転されるみなとみらい線の終着駅は一面2線のホームしかない元町中華街駅なのでしょうか。それはみなとみらい線の路線の計画としては、本来元町中華街駅は途中駅だからということにあります。そんなみなとみらい線には延伸計画があり、元町中華街から先、本木、根岸方面へ路線を伸ばす予定でした。なので横浜と反対方向に折り返し設備を作ってしまうと、延伸工事が大変になってしまうだけではなく、延伸後必要なくなる設備ということで用意されませんでした。しかし実際のところ、本木方面へみなとみらい線を延伸する計画は白紙状態。新たに折り返し設備を用意しようとなると、それもまた工事が大変になってしまいます。それゆえに開業当時から現在に至るまで、元町中華街駅ではホームで折り返し作業を行うことが続いてきたのです。ちなみに2013年3月に東急東横線が東京メトロ副都心線との相互直通運転を開始すると、元町中華街駅のカオス度はさらに上がりました。以前は全ての列車が8両編成で運転されていましたが、直通運転開始以降は8両編成だけではなく、10両編成の車両もみなとみらい線まで乗り入れるようになったからです。しかし各駅停車の全列車と急行の一部が8両編成で運転され、10両編成で運転される列車は一部の急行と特急、通勤特急のみ。各駅停車で10両編成の運用はホーム有効長の問題でできなくなっているのが現実です。
以降元町中華街駅に到着した10両編成の電車はそのまま特急や急行として発車する必要があります。これがカオス度をさらに増している結果にもなります。さらに10両編成に関しては保安装置の関係でどこの会社が所有する車両なのかによって運用可能範囲が異なります。2023年の3月以降は特に厳しくなり、関係する全ての路線に入線できる車両は東急の10両編成のみ。8両編成と東京メトロ所属車は相鉄線入線不可、相鉄所属車は東武東上線、西武線入線不可、東武所属車は相鉄線と西武線、西武所属車は相鉄線と東武東上線に入線ができません。こういった車両の事情もしっかりと考慮する必要があり、そのことも踏まえると元町中華街駅は貧弱と言わざるを得ません。そんなみなとみらい線ですが現在、元町中華街駅から山下公園方面に向かって誘致線兼引き上げ線を建設する計画が進んでいます。なので今後はその貧弱さもなくなるでしょう。東武東上線池袋駅。5つ目に紹介する駅は東武東上線の池袋駅です。東上線池袋駅は JR や西武、東京メトロの池袋駅と接続しており、埼玉県西部と都心部を結ぶ重要な駅としての役割があります。しかしそんな東上線池袋駅も設備が都心部の拠点駅としては貧弱と言えます。東武東上線の池袋駅のホームは全部で5つありますが、2番線、3番線と4番線、5番線が同じ線路を挟み込む形になっている3面3線の投炭式のホームになっています。池袋駅では1時間あたり最大17本以上の列車が発車するダイヤで、当然それと同じ以上の数の到着列車が存在します。1時間に最大20本以上の電車が池袋駅に到着する時間帯もあり、それらを3面3線で折り返し作業をしながらさばかないといけません。なるべく入線と出発を同時にできるような配線にしたり、線路を挟むようになっているホームに到着する列車は左右で乗車ホームと降車ホームを分けたりしていますが、特にラッシュ時間帯はひっきりなしに列車が出たり入ったりしており、かなりカオスな状態になってしまうのです。では、東武ではラッシュ時間帯になるとカオスになる池袋駅を改修し、余裕を持った運行ができる駅に作り変える可能性はあるのでしょうか？単刀直入に言うと、その可能性はかなり低いと考えられます。東上線の池袋駅は JR の池袋駅に隣接しており、池袋駅周辺は商業施設やオフィスなどが入居するビルも多数立ち並びます。そんな環境の中、地上で駅を拡張しようとなると、拡張するためのスペースを確保するのにかなり時間を要します。地上がダメなら地下はどうかというと、池袋駅には丸の内線、有楽町線、副都心線と3つの地下鉄が乗り入れており、地下に新たに駅を作る場合は、この2つの路線をうまく避ける必要があります。また池袋駅周辺にある建物の基礎の構造物も避ける必要があるため、かなりのコストがかかるのが現実でしょう。現状3面3線の投炭式ホームという構造の駅でも、うまくさばいて問題なく列車の運行が行われていることを考えると、膨大なコストをかけてでも東上線池袋駅について余裕ある駅に生まれ変わらせるメリットが今のところ東武にありません。そもそもパンク寸前の池袋駅の混雑解消目的もあり、東武は東武百貨店の存在など経営上のメリットも含めて有楽町線や副都心線と直通運転をしています。当初予定していた都営三田線との直通運転を取りやめ、有楽町線への直通運転に切り替えたことも、こういった事情が絡んでくると言えるでしょう。そういったことを考えると東武東上線の利用者が爆増し、列車をさらに増発する必要が出てこなくならない限り、東上線の池袋駅は現状のままの可能性が高いと言えるでしょう。京阪電車淀屋橋駅。6つ目に紹介する駅は京阪電車の淀屋橋駅です。京阪電車の大阪側終着駅で拠点の一つでもある淀屋橋駅ですが、周辺は日本でも屈指のビジネス街となっています。
また京阪電車の沿線にはベッドタウンが広がっている関係で、淀屋橋駅も通勤での利用客が多い駅となっています。大阪の大動脈である御堂筋線との接続駅でもあり、梅田や本町、心斎橋、難波、天王寺などに通勤する利用者もこの駅で京阪電車に乗り換えるケースが多いです。そんな京阪電車の淀屋橋駅ですが、とても変わった構造をしているのが特徴です。ホームは一面3線の構造になっているのですが、そのホームの先端は切り欠きホームになっています。切り欠きがある部分を京都方から見て右側が1番線、左側が2番線、切り欠きがない部分を同じく京都方から見て右側が4番線、左側が3番線となっています。なので1番線に列車が停車しているときは4番線から列車は発車できません。一方で2番線に列車が停車していても3番線からは列車が出発できるという構造になっています。では、なぜ淀屋橋駅がこのような構造になっているのでしょうか。それはそれまで京阪電車の大阪側終着駅だった天満橋から御堂筋線に接続するために淀屋橋まで延伸した際、駅用地を確保できなかったことが理由だと考えられます。京阪電車の大阪側の終点はもともと天満橋で、この駅は地上に駅が設置されていました。しかし御堂筋線と接続する淀屋橋まで延伸する際、利便性を向上させるために天満橋から地下に入り、土佐堀通りの地下を通る形で北浜、淀屋橋へと延伸をしました。しかしすでに土佐堀通り沿いにはビルが多数建設されており、京阪淀屋橋駅を作れるスペースが土佐堀通りの幅しかなかったのです。そして京阪電車の運行頻度や列車の折り返しのことを考えた結果、現在の淀屋橋駅の形で建設することが決まり、多くの列車が淀屋橋まで行くことになったのです。ちなみにもともと京阪は梅田に路線を伸ばす計画でしたが、梅田への延伸は当時の大阪市の市営モンロー主義の影響などで頓挫し、実質的にその代わりに淀屋橋まで来たものです。ただし複々線化による輸送力の増強も相まって、一部は天満橋止まりとなる状態も続いていました。2008年に天満橋発着列車の多くを延長するような形で中之島線が開業して以降は一部の列車が中之島線へ乗り入れ、その関係で淀屋橋駅にも若干余裕が生まれましたが、中之島線の利用者が開業以降低迷し続けていることもあり、引き続き淀屋橋へ向かう需要はかなり多く、現在でもラッシュの時間帯は駅の設備をフル活用して狭い駅ながらたくさんの利用者をうまくさばいています。東急東横線、みなとみらい線、横浜駅。7つ目に紹介する駅は、東急東横線とみなとみらい線の横浜駅です。渋谷から横浜までを結ぶ東急東横線の終着駅である横浜駅に乗り入れる9割5分以上の列車は、そのままみなとみらい線へ直通運転をしています。ごくわずかに横浜行きの電車もありますが、実質的には中間駅としての役割を持っています。そんな東横線、みなとみらい線の横浜駅は JR 横浜駅の地下にあります。横須賀線や湘南新宿ラインの列車が発着する9番線、10番線ホームの真下あたりにあります。そのため JR に乗り換えられることはもちろんのこと、相鉄や京急、横浜市営地下鉄にも乗り換えられ、深い位置にありますが便利な駅となっています。そんなたくさんの利用者がいる駅である横浜駅の一部を担う東急東横線の横浜駅ですが、なんと一面2線のホームしか用意されていません。通常途中駅の大きな駅には緩急接続や優等列車を先行させるため対比線が用意されていることがありますが、東横線の横浜駅にはそういった設備は用意されていないのです。東急東横線の横浜駅に到着した列車は種別を問わず乗降が終了し、出発時刻が来たらすぐに出発していきます。ラッシュの時間帯だけでなく日中を含めて終日にわたってひっきりなしに列車がやってくるというカオスな状態になっています。そんな東急東横線の横浜駅は開業当初、現在の横須賀線ホームのさらに先に位置する高架駅で、当初は島式1面2線、末期は相対式2面2線という構造でした。
みなとみらい線と直通運転を行うにあたって地下化されたため、その当時は余裕を持たせた駅にすることもできました。ではなぜ地下化するにあたって余裕を持たせず一面二線のホームにしたのでしょうか。それは駅用地の確保が難しかったことと、一面二線でも運行上問題なかったからだと考えられます。横浜まで来た東横線の列車は基本的に横浜駅から先、みなとみらい線に直通して運転されていますが、みなとみらい線自体が全長 4.1km ほどしかない短い路線です。またみなとみらい線内を各駅停車で運行する列車と、一部駅を通過する列車が交互に横浜駅を出発するダイヤになっているため、緩急接続や各駅停車の退避を考慮しなくても利用者が不便に感じることは少なくなっています。そもそも高架駅時代も横浜駅は途中駅として使われており、みなとみらい線の開業に伴って廃止になりましたが、もともとは横浜から桜木町まで東急東横線は伸びていました。その当時も現在と同じような運転の方法をとっており、列車の到着頻度は高かったですが運行上全く支障はありませんでした。そんな東横線横浜駅を地下化するにあたっては、地上の既存の施設に十分配慮しながら工事を進める必要があり、どのように駅を地下化するか検討した結果、一面2000以上のホームを設置できるだけの土地の余裕がありませんでした。このように対比線のあるゆとりを持った駅を地下に作れるほどのスペースが横浜駅周辺になかったことや、今までも列車の運行に大きな支障はなかったことから、東横線横浜駅は都心部の拠点駅としては貧弱といえる規模の駅として整備されたと考えられます。京急線横浜駅。最後の8つ目に紹介する駅はまたまた横浜駅です。先ほど東横線みなとみらい線の横浜駅を紹介しましたが、最後は京急の横浜駅を紹介します。京急の横浜駅は JR 横浜駅の南隣にホームが設置されており、駅直結の駅ビルにはオフィスや飲食店などが入居しています。そんな京急の横浜駅も JR の巨大駅の一つである横浜駅と隣接しているのにもかかわらず、設備が貧弱な駅となっています。京急の横浜駅は2面2線の方向別単式ホームという構造になっており、列車退避や緩急接続などは基本的にできない作りです。なので基本的に列車が到着して乗降が終了すると、すぐに出発となる形で列車は運転されています。またかつて京急の横浜駅は1面2線だった時代もあり、2面2線になったものの再び1面2線になり、再び2面2線になって現在に至るという歴史を持った駅でもあるのです。では、なぜ利用者が多いはずの京急の横浜駅が都会の拠点駅として貧弱のままなのでしょうか。それは拡張しようにもスペースの問題でできないことにあると考えられます。京急のホームである1番線、2番線ホームのすぐ北側には JR 京浜東北線の横浜駅3番線、4番線ホームがあります。また南側には駅ビルや高速道路の高架があり、地下にも地上にも京急のホームを増やせる余裕はありません。というか JR の敷地に挟まれた土地にある関係で、京急の横浜駅自体が JR からの借地扱いとなっています。ちなみに2面2線になった際に新しく作られた1番線ホームは、横浜市の第3セクターでみなとみらい線を運営する横浜高速鉄道が設備を保有して京急に貸し出しています。またこれ以上ホームや線路を増やすことにしたとしても、この辺りの都市化が進んですでに土地がない上に、工事するにしても莫大な費用がかかると見込まれます。さらに踏切の除去を目的とした立体交差事業ではない場合、国や自治体からの資金援助も希望が持てないため、京急としてはできる限りやりたくないのが本音でしょう。そして現在進行形で2000という限られた設備の中でも、京急は大きな問題なく列車の運行ができています。さらに渡り線が品川方に1つあるおかげで、京急クオリティであれば異常時にここで折り返すことも可能。保安装置が設置される前の戦後すぐの時代に至っては、この渡り線を活用して本線上で退避を行うというとんでもない京急クオリティを披露したことすらあります。
南太田と新町に対比線が整備された現在はまだマシで、そういったことから京急の横浜駅は京急で一番利用者がいながら2面2線のまま運行を続けても問題ないと言えるのです。いかがだったでしょうか？今回は以前の動画に引き続き、設備が貧弱すぎてカオスな駅についてを8種類紹介してみました。今回の動画で取り上げた駅はこれから述べる8種類であり、東武線浅草駅、名鉄線豊橋駅、東京メトロ東西線中野駅、みなとみらい線元町中華街駅、東武東上線池袋駅、京阪電車淀屋橋駅、東急東横線みなとみらい線横浜駅、京急線横浜駅となります。参考までに前回の動画で取り上げた駅も添えておきます。この動画が良かったと思った方はぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。